エアコンなんて大きめの買っておけばいいんじゃないの？そんな疑問にお答えすべく、今回も調べてきました。エアコンは一度つけてしまうと自分ではなかなか取り外しができませんが、モデルも多く選ぶのが難しい家電です。本動画ではエアコンを選ぶにあたり必要な情報だけをギュッとまとめましたので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。エアコンを選ぶにあたり多くの方が迷うポイント一つ目。それは皆さんご存知、適用畳数です。つけたい部屋は8畳だし、ちょっと余裕を持って10畳のものをつけておけば問題ないかな。と、部屋の広さだけで決めてしまう方も多いでしょう。しかしこれはあくまで参考にしかならず、実際には周囲環境は人それぞれあり、住んでいる地域の気候、家屋の断熱性、窓の大きさ、日当たりなど、諸々の影響を考えると、とても適用畳数だけで表現することは難しいでしょう。注目すべきところは適用畳数ではなく冷暖房能力です。では、自分の住んでいる環境ではどれくらい部屋を冷やす、あるいは温める能力があれば快適に過ごせるのでしょうか。あくまで目安ですが、シミュレーションできるサイトがいくつかあります。例えばこのサイトにて、東京14畳の広さで必要事項を入力し、シミュレーションしてみました。すると、窓の方角や大きさ、断熱の条件などによって、必要冷暖房能力に大きな差がありました。同じ14畳の部屋でも、片や8畳クラスのエアコン、片や14畳クラスのエアコンが適正となります。このように、環境条件によって必要なエアコン能力は大きく変わります。このシミュレーションサイトの URL は概要欄に貼っておきますので、後で参考にしてみてください。さて、エアコンの能力と部屋が合っていない場合、どのようなことが起こるのでしょうか。このグラフはエアコンの燃費のイメージ図です。ご覧のように、一番エアコンの燃費が良いのは、エアコン能力に対し、必要能力がだいたい70から 100% の時です。つまり適正値のエアコンかやや余裕を持ったものが良いということです。しばしば車の燃費でも例えられることが多いのですが、車でも最も燃費が良いのは適度な速度で走行している時で、それと同じです。一方、必要能力が 100% を超えてくると燃費は下がっていきます。これは部屋に対してエアコンの能力が不足している状態で、車で言うと軽自動車でアクセルをベタ踏みした状態です。燃費の低下はそこまで大きなものではないですが、故障率が上昇します。また、必要能力が 50% を切ってくると、今度は燃費が大幅に落ちます。これは部屋に対してパワーの強すぎるエアコンを取り付けた場合です。車で言うと、スポーツカーで渋滞にはまった状態で、電気代が高くついてしまいます。先ほどの例で言うと、14畳の部屋に8畳のエアコン能力で良かったのに、部屋の広さだけで決めてしまい、大きめな18畳のものをつけてしまうと、8畳の能力 2.8kW に対し、18畳のものは 6.7kW あるので、必要冷暖房能力が 40% となり、燃費が圧倒的に悪くなります。部屋の広さだけで決めると、このように損をする可能性があります。部屋一つ一つの必要冷暖房能力が明らかとなっていたら楽なのですが、なかなかそういかないものですね。なお、エアコン専用のコンセントは、このように形状の種類があります。主に冷暖房能力に応じて形状が変わりますが、選んだエアコンが対応しているか、事前に確認しておきましょう。ちなみに、家電量販店の店員に、部屋の広さよりワンランク上のものをお勧めされたという方もいらっしゃるかもしれません。それは、強パワーのエアコンをつけることで燃費は悪くなりますが、部屋自体が冷えない、温まらないということが起きづらいからです。弱めなものは部屋が冷えない、温まらないというクレームとなり得ますが、
強パワーのものはクレームになりづらく、利益も高いのです。さて、必要能力がわかりましたら、次にエアコンのグレードを決めましょう。エアコンはグレードによって価格が全然違います。最上位モデルの価格は下位モデルの3台分の価格です。上位モデルと下位モデルは何がそんなに違うのでしょうか。高い分、性能がやはり高いです。例えば同じ適用上数のモデルでも最大冷暖房能力は 1.5 倍程度違います。それから上位モデルには多彩なセンサーが搭載されていることが多く、人に風が当たらないように風よけしたり、室温が一定になるように気流や出力を制御するので快適です。静音性も下位モデルより優れています。それから省エネ性も高く、電気代が安いです。よく、上位モデルは電気代が安いので、使い続けることで下位モデルを買うよりも結局お得になるんですよ。と紹介している動画やブログ記事などを見かけますが、それは多くの場合当てはまりません。電気代は基幹消費電力量というスペックから算出していますが、条件が10ヶ月の期間、1日18時間冷暖房運転をした想定となっています。年がら年中エアコンを運転している方ならば当てはまりますが、一般家庭ではこんなに長い時間運転しないところが多いでしょう。仮に半分だとすると、6畳から10畳のモデルで年間2000から2500円程度節約ができます。本体価格の差を埋めるほどではないでしょう。それから上位モデルはフィルターの自動掃除機能も備えます。運転停止後、自動的にフィルターに溜まったゴミを掃除するメカがあり、これがフィルターを掃除します。ただし、このメカの有無で業者へエアコンのクリーニングを依頼する際、追加料金が発生し、6000円程度は割高になりそうです。どの上位モデルでも一定期間使用後は自動掃除機能の有無関係なくエアコンのクリーニングを推奨しています。結局クリーニングする必要があるならば費用を抑えるため自動掃除機能がついていない上位モデルがあればいいのにという声も一定数あります。エアコンのグレードにはご覧のような差がありますが、個人的には滞在時間の多いリビングや音に敏感な方は寝室には快適性を考慮したモデルを、あまり使わない部屋やリビング以外には下位モデルを検討されるのが良いかなと思います。さて、ここまで候補が絞れましたら、次にメーカー選びです。多くのメーカーがエアコンを出しており、各メーカーの特徴を説明しているととても時間が足りませんので、ここではざっくり紹介します。ダイキンは耐久、安定性に定評のある人気ナンバーワンのメーカーで、換気、加湿機能もあります。ネックとしては他社より価格が高めなことです。三菱電機はパーツごとに外せる構造でお手入れのしやすさが好評です。また、赤外線センサーによる AI 自動運転にも定評があります。パナソニックは突出した機能自体は少ないですが、全体的にバランスが良いです。ネットワーク機能であるアプリが使いやすいと好評です。また、2022年モデルからダイキン同様、換気、加湿機能も搭載されました。日立は清潔性を売りにしているメーカーです。自動洗浄機能はメーカーの中で最も優れています。それから除湿運転も得意です。各メーカーのエアコンの評判や特徴については上位、下位それぞれこちらの動画で詳しく解説していますので、もしご興味があれば概要欄から参考にしてみてください。次にどこで買うかです。購入先は大きく分けて3つあります。それぞれ家電量販店、工務店や町の電気屋さん、ネットが挙げられます。家電量販店では説明員がつき、保証から工事まで一括でできる手軽さが売りです。それから何か問題があった場合にも対応しやすく、保証にも強いです。
一方、ネット販売は低価格な傾向ですが、何かあった場合の保証関係などが家電量販店に比べ弱いことが多いです。購入される場合は、保証関係は調べておいた方が良いでしょう。また、本体だけ購入して工事業者は自分で手配するケースも同じです。万が一何かあった場合、エアコンの不良なのか工事による不良なのか判断がつかず、泥沼化することもあります。下調べは欠かせないでしょう。ホーム店や町の電気屋さんはケースバイケースです。さて、保証関係以外にももう一つ違いがあります。それはモデルの展開です。実はモデルには、量販店モデル、住宅設備用モデル、量販店オリジナルモデルの3種類あります。家電量販店で取り扱いのあるモデルは、文字通り量販店モデルと量販店オリジナルモデルです。量販店オリジナルモデルは価格重視のモデルで、量販店モデルより安いことが多いですが、材質や機能制限などをしていることもあるので確認が必要です。住宅設備用モデルは主に工務店やハウスメーカーで取り扱いのあるエアコンです。中から上位モデルでは家電量販店モデルと性能差はなく、むしろ住宅設備用モデルの方が優れていることもありますが、価格が高めです。買いモデルとなると安価な代わりに、例えばフラップが左右には動かないモデルであったり、材質が違ったり、機能制限しているモデルも少なくありません。こちらも何が違うのか確認した方が良いでしょう。ネット販売では量販店モデル、住宅設備用モデル、両方取り扱いがあります。ちなみに量販店モデルも住宅設備用モデルもメーカーホームページから検索できますが、ただでさえラインナップの多いエアコン、混乱しそうになります。でもここまで選んだら、もうあとは待ってるだけでいいんでしょ？いえ、まだです。場合によっては据え付け工事も注意した方がいいでしょう。特に夏の時期に工事をする場合は注意が必要です。エアコンは夏に最も売れる家電です。そのため工事業者にとっては書き入れ時で、少しでも多く受注しようと1件にかける工事時間を短縮化。結果として工事がずさんになるケースがあるためです。配管工事が雑であったり、真空引きをしなかったりすることもあるようです。多くの場合、その場では問題とならないケースが多いですが、何年かして冷暖房の効きが悪くなったりすることも考えられるので、個人的には夏に購入することはお勧めしていないです。真空引きとは、室内機と室外機をつなぐ配管内の空気や水分などの不純物を抜くことです。こうすることで配管内を冷媒ガスだけで充満させることができます。これができないと冷えない、温まらないなどの不具合が発生したり、最悪の場合、水分が凍り、管内部を傷つけ、故障を引き起こすこともあります。多くのメーカーは15分程度の真空引きを推奨しており、内訳は一例として真空に到達する時間約2分、真空乾燥に用いる時間13分程度です。真空に到達する時間は短いものの、真空乾燥にどれだけ時間をかけるかという内容です。真空に到達したからといって、即座に不純物が取り除かれるとは言い切れないからです。メーカーとしては、湿度や施工環境、配管の長さなどを考慮して、おおむね15分程度の真空引きを業者へ依頼しています。ただ実際は作業者が環境によって時間を判断しているのが現状です。真空引きをやらないで後々問題が起きたとしても因果関係は分かりづらいものです。真空引きにかける時間はメーカー見解がざっくりすぎることもあり、なんとも難しいですが、気になるのであれば作業者に事前にお願いすると良いでしょう。なお、真空引き後は真空度の確認を数分程度行い、その後ガス漏れ試験を行います。真空引きだけがとりわけ重要ということはありませんが、
夏場は工事によるトラブルも多いので、気になることがあれば作業者へ質問してみるのも良いでしょう。シャチパンの会社にもボックスタイプの真空デシケーターがあります。基板の酸化防止用に購入したもので、ものの数分で真空にできます。ただ今では誰かがぶつけたのか、弁の部分が壊れて、ただの透明な箱になりました。最後にエアコンの買い時について簡単に触れておきます。新商品が出る直前の型落ちモデルを購入することが最もお得です。上位モデルと下位モデルのモデルチェンジ時期は異なり、上位モデルはおよそ10月下旬から12月の傾向です。在庫があれば型落ちモデルの買い時は10月から12月の夏が終わった秋頃からです。下位モデルのモデルチェンジ時期は2月から4月頃で、買い時は欲しいメーカーによって前後しますが、1月から3月頃の冬の季節です。いずれも夏の時期はそこまでお得ではありません。参考にしてみてください。さて、今回の動画はこれで終わりです。いやー、エアコンはたくさんありすぎて迷いますね。でも一度買ったら10年ないし15年は買い替えないですし、どうせならちゃんと選びたいですよね。シャチパンは口元とかセロテープで補強してるこのボロボロマスクをそろそろ買い替えたいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。